今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。今日のテーマは日本で最近とても話題になっているニュースについて一緒に勉強したいと思います。テーマは日本のビザ制度が変わります。最近このようなニュースを見たことがある人も多いのではないでしょうか。日本は永住権のルールを変える。外国人への審査が厳しくなる。日本は外国人を受け入れなくなる。このようなタイトルを見ると少し心配になりますよね。実際に私の動画にもいろいろなコメントが届きました。日本は外国人が嫌いになったんですか？とか、これから日本へ留学することは難しくなりますか？日本で働きたいけど大丈夫でしょうか？皆さんの中にも同じように感じた人がいるかもしれません。でもニュースを見るときに一つ気をつけてほしいことがあります。それはニュースのタイトルだけでは本当の内容はわからないことが多いということです。例えば、日本は外国人に厳しくなったというタイトルを見たら、もう外国人は日本へ来ることができないと思ってしまう人もいるでしょう。でも本当にそうなんでしょうか？今日はこのニュースを一緒に考えてみたいと思います。もちろんこの動画では政治について議論したいわけではありません。私はこの考えが正しいとか、こちらが間違っていると言いたいわけではありません。このチャンネルは日本語を勉強している皆さんのためのチャンネルです。なので今日は日本語を勉強しながら日本社会についても学ぶ時間にしたいと思います。そして日本人が今どのようなことを考えているのか、日本政府はなぜこのようなルールを作ろうとしているのか、その背景も一緒に見ていきましょう。では最初に質問です。皆さんはビザと永住権は同じものだと思いますか？実は違います。まずビザという言葉ですが、日本では普段ビザということが多いですね。でも法律では在留資格という言葉が使われます。少し難しい言葉ですね。在留とはある国に住むこと。資格とは何かをするために必要な条件のことです。つまり在留資格とは日本に住むための資格です。例えば日本語学校で勉強する人には留学の資格があります。日本の会社でエンジニアとして働く人にはその仕事に合った在留資格があります。日本で会社を作る人には経営管理という在留資格があります。つまり日本で何をするかによって在留資格は変わるんです。そして多くの人が最終的に目標にするのは永住権です。永住権とは期限を気にせずに日本に住み続けることができる資格です。なので多くの外国人にとって
とても大切な資格です。最近ニュースになったのは、この永住権だけではありません。実は留学ビザや仕事のビザについても、制度をより適切に運用するための見直しが進められています。では、ここで一つ考えてみましょう。もし皆さんが学校の先生だったらどうでしょう？学校にはルールがありますね。例えば、宿題を出すとか、授業に出席するとか、試験を受けるとか、放課後掃除するとか、ほとんどの学生はそのルールを守ります。でももし一部の学生だけが毎日ルールを守らなかったら、学校はどうするでしょうか？多分、ルールをもっとわかりやすくしたり、確認を増やしたりしますよね。例えば、私の学校では、バレンタインデーの日には手荷物チェックが行われることがありました。皆さん、日本のバレンタインでは女性がね、男性にプレゼントをあげることが多いんですが、私の学校は女子校だったので、女性しかいなかったんだけど、友達同士でチョコレートを交換する文化がありました。でも大前提として私の高校はチョコレートを持っていくのがダメな学校だったのね。なのでバレンタインデーの日には校門でね、先生たちが必ずチェックして怪しい生徒がいないかっていうのをね、チェックしていました。そんな感じでですね、国も少し似ています。もちろん日本へ来る外国人のほとんどは一生懸命働き、日本語を勉強して、税金を払って日本の社会で生活しています。でも、一部の外国人の方の中には、ビザの制度を悪用する人もいます。日本政府は、そのようなケースを減らしたいと考えているんですね。つまり、今回のニュースを理解するために大切なのは、外国人という大きな括りで考えるのではなく、ルールを守る人とルールを守らない人という視点で考えることが大切です。では、次に、そもそも日本はなぜ外国人を必要としているのでしょうか？もし外国人に日本に来てほしくなかったら、最初からビザを出さなければいいですよね。でも、日本は多くの外国人を受け入れています。それには日本が抱える大きな社会問題があります。次はその理由について一緒に見ていきましょう。ここで質問ですが、もし日本が本当に外国人に来てほしくないと思っているなら、どうすると思いますか？答えは簡単です。外国人にビザを出さなければいいですよね。でも実際には日本は毎年たくさんの外国人を受け入れています。留学生、会社で働く人、研究者、エンジニア、ホテルやレストランで働く人、介護の仕事をする人、農業をする人、様々な仕事で多くの外国人が活躍しています。ではなぜ日本は外国人を必要としているのでしょうか？一番大きな理由は少子高齢化です。少し難しい言葉ですね。一緒に見ていきたいんですけど、まず少子とは子供の数が少ないという意味です。そして高齢化は高齢者、お年寄りが増えることです。
つまり子供が少なくお年寄りが多い社会。それが今の日本です。これは何年も前から日本が抱えている大きな問題です。私が小学生の頃から近い将来、日本人の若者がたくさんの高齢者を支えていかなければいけない時代が来るとずっと言われてきました。でも私が子供の頃からおそらくね、20年間一向にね、出生率っていうのは改善されませんでした。ではね、子供が少なくなるとどんなことが起こるでしょうか。少し考えてみたいと思います。答えは簡単で、働く人が少なくなるということです。例えば皆さんの町にパン屋さんがあるとします。でもパンを作る人がいません。するとパンを作ることができなくなりますね。病院でも同じです。お医者さんや看護師さんが足りなければ患者さんを助けることができません。ホテルでも同じです。掃除をする人、レストランで働く人、フロントで働く人、もし働く人が足りなければ、ホテルを営業することが難しくなります。このように働く人が足りないことを日本語では人手不足と言います。最近この言葉をニュースで聞くことがとても増えました。例えばコンビニへ行くと外国人のスタッフが働いていることがあります。特に私が新宿区に住んでいた時は日本人の店員さんを見ることはほとんどありませんでした。ホテルでもそうです。レストランでもそうです。スーパーでもそうです。介護施設でもそうです。介護施設でもそうです。もちろんまだ日本人もたくさん働いています。でも外国人がいなければ仕事を続けることが難しい会社も増えています。実際に皆さんも日本へ旅行した時に外国人スタッフに会ったことがあるかもしれませんね。私は鎌倉でツアーガイドをしています。鎌倉にも毎日たくさんの外国人観光客が来ます。ホテルやね、やっぱり大きいお店では英語や中国語、韓国語などいろいろな言葉を話すスタッフが働くようになっていると思います。外国人スタッフがいることで海外から来た旅行者も安心して旅行を楽しむことができますね。つまり外国人の方も日本の社会を支える大切な存在になっているんです。なので日本は外国人を受け入れたくないという考えだけでは今の日本社会を説明することはできません。ではここでもう一つ質問です。もし外国人が日本にとって大切なら、なぜ今ルールを厳しくしようとしているのでしょうか。これは少し矛盾しているように感じませんか。外国人には来てほしい。でも審査は厳しくする。この二つは反対のことを言っているようにも聞こえます。しかし日本政府が考えていることは少し違います。日本政府は外国人を減らしたいというより、ルールを守る人には安心して来てもらいたいと考えています。そしてルールを守らない人には今までよりもしっかり対応したい。そのためにビザの制度や審査を見直しているんですね。もちろんこの考え方に賛成する人もいますし、反対する人もいると思います。
日本人の中でもいろいろな意見があります。外国人の方の中にもいろいろな考え方があると思います。なので、今日はどちらが正しいかを決める動画ではありません。私は皆さんに日本では今このような議論が行われていますということについて知ってもらいたいんです。では具体的にどのビザがどのように変わろうとしているのでしょうか。次は永住権、留学ビザ、仕事のビザなどについて一つずつ見ていきたいと思います。ではまず一番ニュースとなった永住権について見ていきたいと思います。皆さんは永住権がどんな資格か知っていますか？ずっと日本に住める資格ですよね。そう思った人も多いと思います。その通りです。でも実はそれだけではありません。普通日本で生活する外国人は在留資格を更新しなければいけません。例えば留学ビザなら学校を卒業した後もずっと日本に住めるわけではありません。仕事のビザも同じです。会社を辞めたり、条件が変わったりすると、ビザの更新ができないこともあります。しかし、永住権を持っている人は、決められた期間ごとにビザを更新する必要がありません。仕事も比較的自由に選ぶことができます。そのため多くの外国人にとって永住権は大きな目標になっていると思います。ではどうすれば永住権を取ることができるのでしょうか。実は誰でもすぐ取れるわけではありません。日本で長い間生活していること、きちんと収入があること、税金を払っていること、日本の法律を守っていること、このような条件があります。つまり、日本政府は、この人なら、これからも日本で安心して生活してもらえる。そう判断した人にだけ永住権を認めているんです。では今回何が変わったのか。ここがニュースになったポイントです。最近日本では永住権を持っている人でも一定の場合には永住権を失う可能性があるというルールが話題になりました。例えば税金を長い間払わない。社会保険料を払わない。重大な法律違反を何度もする。このような場合には永住権を見直す必要があります。これを聞いて驚いた人も多いかもしれません。永住権なのに？そう思いますよね。実際に海外のニュースでもこの話題は大きく取り上げられました。しかし、ここで大切なのはニュースのタイトルだけではなく内容を見ることです。日本政府が説明しているのは普通に生活している人を対象にした制度ではありません。例えば、毎日仕事へ行って税金を払って社会保険にも入り、ルールを守って生活している人、このような人にまで急に永住権を失うという話ではありません。ではなぜこのようなルールを作ろうとしているのか。理由は公平という考え方です。公平とはみんなを同じルールで扱うことです。例えば、日本人は税金を払う義務があります。社会保険にも入ります。
もちろん外国人も日本で生活する以上、同じようにルールを守る必要があります。日本政府は、もしずっと税金を払わなくても何も問題がないなら、一生懸命働いている人との間で不公平になってしまうと考えています。なので、ルールを守る人と守らない人を同じようには扱わないという方向になっています。ここで少し考えてみましょう。もし皆さんの国で外国人が永住権を持っていたとして、何年も税金を払わなかったらどうなるでしょうか？何も問題になりませんか？それとも何かペナルティがありますか？実は国によってルールは違います。なので日本だけが特別だとは言えないんじゃないかなと思います。今回のニュースによって日本でも永住権を持っている人の責任について改めて考える機会になったんじゃないかなと思います。もちろんこの制度についてはいろいろな意見があると思います。ルールを守る人を守るために必要だという人もいます。一方で真面目に生活している外国人まで不安になるという人もいます。どちらの意見にも理由があります。なのでこの問題には簡単な答えはありません。ただ大切なのはニュースのタイトルだけを見るのではなく、どのような人が対象になるのか、どんな目的で制度が変わるのか、そこまで理解することだと思います。では次に、留学生にとってとても大切な留学ビザについて見ていきたいと思います。この動画を見ている皆さんの中にも、いつか日本へ留学したい、そう思っている人がいるかもしれません。日本語学校へ行きたい、大学へ行きたい、専門学校で勉強したい。そのような人は留学という在留資格で日本へ来ることになります。ではここで質問です。留学ビザの一番大きな目的は何でしょうか？もちろん勉強することです。多くの留学生は毎日一生懸命勉強しています。日本語学校へ行き、漢字を覚え、文法を勉強し、テストを受けます。大学生ならレポートを書いたり、研究をしたりします。でももし学校へほとんど行かなかったらどうでしょうか？例えば朝から夜までアルバイトだけして、授業にはほとんど出席しません。試験も受けません。学校から何度も注意されます。皆さんはそれでも、この人は留学生ですと言えると思いますか？少し考えてみてください。日本政府はそれは本当の留学ではありませんと考えています。だから最近は学校へきちんと通っているかどうか、今までより詳しく確認するようになっています。もちろんここで一つ大切なことがあります。アルバイトをすること自体は悪いことではありません。実は留学生は決められたルールの中でアルバイトをすることができます。生活費を払うためにコンビニで働く人もいます。ホテルで働く人もいます。レストランで働く人もいます。日本人の友達を作るためにアルバイトを始める人もいます。それはとても自然なことです。問題なのは、勉強よりアルバイトが目的になってしまうことです。
例えば、学校には名前だけあって、実際にはほとんど行かない。毎日長い時間働くだけ。もしそのような人が増えてしまったら、本当に勉強したい人まで、あなたは本当に留学生ですかと疑われてしまうかもしれません。真面目に勉強している留学生にとっても、これはとても残念なことですよね。なので日本政府は、制度を悪用する人ではなく、本当に勉強したい人を守るためにも、審査を少しずつ厳しくしているという考え方をしています。もちろんこの考え方にもいろいろな意見があります。もっと厳しくするべきだという人もいれば、反対に厳しくしすぎると本当に勉強したい人まで来られなくなると心配する人もいると思います。どちらにも理由があります。なので簡単に答えを出すことはできません。ではここで少し皆さんの国について考えてみたいと思います。もし外国から来た留学生が学校へ行かず毎日アルバイトだけしていたら、皆さんの国ではどうなりますか？学校から注意されますか？ビザに影響がありますか？それとも特に問題にはなりませんか？国によってルールは違うと思います。ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。ところで皆さんは、日本では留学生は何時間までアルバイトができるか知っていますか？実は原則として週28時間までと認められています。これはアルバイトよりも勉強を大切にしてくださいという考え方があるからです。長い休みにはもう少し長く働くことができる場合もありますが、基本的には勉強が一番大切です。なので、日本で留学したいと思っている皆さんも、ぜひ覚えておいてください。まず勉強。そしてルールを守りながらアルバイトをする。これが日本の留学制度の基本的な考え方です。では次は、会社で働く人に関連する仕事のビザについて見ていきたいと思います。皆さんは仕事のビザがあれば日本でどんな仕事でもできますかと聞かれたらどう答えますか？少し考えてみてください。答えはいいえです。日本にはいろいろな仕事のビザがあります。例えばエンジニア、通訳、デザイナー、マーケティング、ホテルで外国語を使う仕事、学校の先生、研究者。このように仕事の内容によって在留資格が違います。つまり仕事のビザは一つではありません。たくさんの種類があります。ここで一つ例を考えてみたいと思います。例えば、アメリカに住んでいるジョンさんという人がいます。ジョンさんは日本の IT 会社に採用されました。プログラミングが得意なので、エンジニアとして日本へ来ました。もちろんこの場合は問題ありません。ジョンさんはエンジニアとして働くための在留資格を持っているからです。では日本へ来た後、会社が今日から工場で荷物を運んでくださいと言ったらどうでしょうか？皆さんはこれは大丈夫だと思いますか？実は問題になる可能性があります。
なぜならエンジニアとして許可を受けたのに全く違う仕事をしているからです。もちろん会社の中で少し違う仕事を手伝うことがあります。しかし在留資格と全く関係のない仕事を続けることは認められないケースもあります。逆のケースもあります。例えば会社が外国人を採用したいと思っています。でも本当は人手が足りないだけなので、エンジニアという名前でビザを取り、実際には別の仕事をさせます。もしそのようなことがあれば、それも問題になります。だから最近は、本当にその仕事をしているのか、会社の説明は正しいのか、以前より詳しく確認するようになっています。ここで一つ覚えてほしい日本語があります。審査です。審査とは条件に合っているかどうかしっかり確認することです。例えば大学へ入る前には入学試験があります。会社へ入る前には面接があります。ビザにも審査があります。日本政府は提出された書類を見て本当に条件を満たしているか確認します。最近ニュースで審査が厳しくなるという言葉をよく聞くことがあります。これは外国人を嫌いになったという意味ではありません。書類や仕事の内容を今までより丁寧に確認するという意味です。もちろん真面目に働いている外国人もたくさんいます。実際にね、日本の会社では外国人のエンジニアやデザイナー、研究者が大活躍しています。私は外国人のフォロワーさんと話すことがありますが、本当に一生懸命働いているのかなと思います。なのでこういったニュースを見て不安になった人もいると思います。でも多くの人は今まで通りルールを守って生活していれば必要以上に心配する必要はないかと思います。では最後にもう一つ、最近ニュースでよく聞く経営管理ビザについて見ていきましょう。このビザは少し特別な在留資格です。そして最近特に注目されているビザの一つでもあります。皆さんは日本で会社を作りたいと思ったことがありますか？例えば、レストランを開きたい、カフェを経営したい、旅行会社を作りたい、IT 会社を始めたい。そのような人のために、日本には経営管理という在留資格があります。つまり、日本で会社を経営する人のためのビザです。ここで少し考えてみてください。もし皆さんが日本政府だったら、どんな人にこのビザを出したいと思いますか？本当に会社を経営する人でしょうか？それとも会社を作ると言いながら、実際には何もしない人でしょうか？もちろん、本当に仕事をする人ですよね。だから日本政府は、本当に事業を行う人にビザを出したいと考えています。しかし過去には少し問題になったケースもありました。例えば、会社だけを作ります。事務所もあります。でも実際には仕事をしていません。お客さんもいません。商品も売っていません。会社はあるように見えますが、実際にはほとんど活動していません。もしこのようなケースでも簡単にビザがもらえるのならどうでしょうか？日本で会社を経営したいという制度が日本に住むだけ
日本に住むためだけの制度として使われてしまうかもしれません。そのため最近は本当に会社が活動しているのか、実際に仕事をしているのか、以前より詳しく確認するようになっています。もちろん、ここでも大切なのは、本当に会社を経営している人まで疑われるわけではないということです。例えば、レストランを開いて、毎日お客様のために料理を作っている人、日本人や外国人を雇っている人、日本で新しいサービスを始めた人、このような人たちは日本の経済にとってとても大切な存在です。なので、日本政府もそのような人にはこれからも日本で活躍してほしいと考えています。では、ここまでを少し整理してみましょう。留学ビザ、仕事のビザ、経営管理ビザ、そして永住権。それぞれ違う制度ですが、日本政府が共通して考えていることが一つあります。それは本来の目的に合った正しい使い方をしてほしいということです。留学ビザなら勉強すること、仕事のビザなら許可された仕事をすること、経営管理ビザなら本当に会社を経営すること、そして永住権なら日本社会の一員としてルールを守りながら生活することです。ここで皆さんに質問があります。もし皆さんの国にも外国人が会社を作るためのビザがあったら、どんな条件を作りますか？例えば、会社のお金が必要ですか？事務所が必要ですか？社員が必要ですか？ぜひコメントで教えてください。国によってルールは大きく違います。なので、世界の制度を比べてみるのもとても楽しそうですね。ここまで聞いて、こんな疑問を持った人がいるかもしれません。でも、日本だけが厳しくなっているのかもしれない。実はそうとも言えないかなと思います。SNS を見ると、日本だけが外国人に厳しいというコメントを見ることがあります。でも、本当にそうなんでしょうか？少し世界を見てみたいと思います。例えばアメリカ。アメリカにはグリーンカードという制度があります。これは日本の永住権によく似た制度です。もちろんアメリカにもルールがあります。カナダにも永住権があります。オーストラリアにもあります。ヨーロッパの多くの国にもあります。それぞれ条件やルールは違いますが、どの国もルールを守って生活してくださいという考え方は共通しています。つまり外国人だから特別に自由という国はほとんどありません。もちろん日本にもルールがあります。皆さんの国にもきっとルールがあります。大切なのはその国のルールを守る、その国のルールを知り、守ることです。ちょっとね、ここで少し考え方を変えてみたいと思います。もし皆さんの家に新しい友達が遊びに来たとします。皆さんは自由にしてねと言うかもしれません。でも、靴はここで脱いでとか、夜は静かにしてとか、ゴミはここに捨ててとか、そういうルールってありますよね。国も少し似ています。日本には
日本のルールがあります。アメリカにはアメリカのルールがあります。フランスにはフランスのルールがあります。なので、外国人だからとか、日本人だからとかっていうことではなく、その国で生活する人はみんなルールを守ることが大切です。もちろん今回の新しい制度についてはいろいろな意見があると思います。必要だという人もいると思いますし、少し厳しすぎるという人もいると思います。私はどちらの意見にも理由があると思います。なのでこの動画でどちらが正しいというつもりはありません。でも一つだけ私が大切だと思うことを言います。それはニュースのタイトルだけで判断しないことです。最近は短い動画や SNS だけでニュースを見る人も増えていると思います。でも短いタイトルだけでは本当の背景はわかりません。なぜその制度が作られたのか、誰が対象なのか、どんな目的があるのか、そこまで知って初めて自分の意見を持つことができると思います。なので皆さんもこれからも日本のニュースを見たら、ぜひなんでかっていうことをね、考えてみてください。きっと今までとは少し違う見え方になるかもしれません。最後に私は日本で一生懸命勉強している留学生の方や毎日働いている外国人の皆さんを本当に尊敬しています。日本語はすごく難しいですよね。漢字もありますし、敬語もあります。文化の違いもあります。そんな中で日本語を勉強して新しい生活に挑戦しているっていうことは本当に素晴らしいことだと思います。なのでこれからもルールを守りながら日本で安心して生活できる社会になってほしいと願っています。そして日本人も外国人もお互いを理解しようと努力することがこれからますます大切になるのではないかと思っています。それでは今日の動画はここまでです。今日は日本のビザ制度について一緒に勉強しました。少し難しい問題でしたが、皆さんはどう思いましたか？皆さんの国では永住権を取ることは難しいですか？外国人が働くためにはどんなルールがありますか？ぜひコメントで教えてください。それでは今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。